年明け早々ドリームジャーニーが海牛化していたので話を聞いてみたらトレーナーの規制に同行できなかったのでなんとかごく自然にトレーナーの実家にお邪魔して年末年始を過ごせないかとのことなのではっきり言って迷惑だから考え直せと諭すオルフェーブル。おーいお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 い。おーいお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 い。これはドリーム海牛。他の馬娘がごく自然にトレーナーの規制に同行しているのに習い自分もそうしようとしたが回りくどい言い方しかしなかったためにうまく伝わらず結局同行できなかった姉上だよ。知ってた。いつも通りだな。よし。トレーナーの規制に迫る影しろ。12月下旬あたりからよく見かけるなこの海牛。イベントごとがあるたびに海牛化してるからな。おーいお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 い。ああ、姉上。おーいお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 い。よい、そのままで構わぬから聞け、姉上。トレーナーの規制に同行できなかったのはさぞ残念であろうが泣いていても始まらん、立ち上がるのだ。大事なのは事実を受け止めこれからどう立ち回るかであろう。とりあえずトレーナーが規制を終えてからまた仲を深めていけばよいではないか。違うんだよ。違うとは？私はただ仲を深めたいんじゃないんだよ。規制に同行したかったんだよ。そもそもその理由は何だ？トレーナーさんのご両親に気に入られれば一足飛びでトレーナーさんとの結婚も十分あり得るだろう？発想が飛躍しすぎというかゴルシワープ並みだぞ姉上。言わせてもらうけどね各自のトレーナーさんの規制に同行するこの学園の馬娘はそれが目的なんだよ。トレセン学園は本格会場なのかよ。この学園やっぱりどうかしてるよ。ああ、まあそれはいいとしてだ。規制に同行するという姉上の計略は結局のところ失敗に終わったのであろう？そうなんだよ。ならいくら悔いても仕方あるまい。反省を指示会に生かすことは必要であろうがな。そうだね。オルの言う通りだよ。聡明な姉上のことだ。理解してくれると信じていたぞ。じゃあどうすればお正月にトレーナーさんのご実家に自然に押しかけられるかな？は？オルがさっき言った通りこのままじゃ始まらないからね。今からでもトレーナーさんを追ってご実家に押しかける方向にシフトチェンジするよ。本気で言ってたら聞くよ。姉上、よく聞くのだ。ただでさえ1年を通して働き詰めなのが中央のトレーナーという職業なのは姉上もわかっているな。もちろんさ。それもこれも私が勝利をつかむため。感謝の気持ちでいっぱいだよ。だからこそ貴重な休日はのんびりと過ごしてもらおうと思わぬか？それももちろんだよ。だからトレーナーさんがお休みの日にはゆっくり休めるようにあれこれ手配した上で一緒にリフレッシュに行こうとお誘いしてるのさ。姉上。けど何回お誘いしてもうまくいかないのは何かのバグかな？バグっているのは姉上の頭だ。ともかくトレーナーさんのご実家の住所は独自のルートで押さえてあるからいつでも書き込みをかけられるよ。違うのだ姉上、そういうことではない。なんだ私がやる気になっているというのに。今からトレーナーの実家に書き込みかけるのは明らかに不自然すぎるからやめるのだ。さすがにそれはトレーナーもドン引きするはずだ。でも私はトレーナーさんの担当馬だよ。そうではあるが。しかしこの年末年始は中央のトレーナーにとって貴重な休暇の時期。その年末年始にレースがあって休暇が取れないトレーナーさんもいるけどね。話の腰を折らないでくれ姉上。ともかくだ。もうトレーナーの頭の中は実家で家族と過ごすビジョンが完成しているはずなのだ。そこに後から姉上が割って入るのは無粋というものであるぞ。断言するがこの時期に付き合ってもいない女が実家に押しかけるのは逆効果だぞ。ワンチャンあるんじゃないだろうか。恩師を慕う教え子を演出できれば。都合よく考えすぎだ姉上。そうだ、たまたまご実家の近くを通りかかったというのはどうだろうか。教えていないはずの実家の近くを通りかかることなど不可能だ。怖すぎるぞ姉上。でも私はトレーナーさんの担当馬だよ。それはさっきも聞いたぞ姉上。すなわち私も家族では？なんだと？家族であるならトレーナーさんのご実家にお邪魔して一緒に年末年始を過ごすこともごく普通だろう？いや、担当馬はあくまで担当馬であり家族ではないだろう。ああ、幼馴染の民レベルの背景があるのであればもちろん話は別であろうが。なら今から私とトレーナーさんは幼馴染だったことにならないかい？無茶を言うな姉上。じゃあなんだ私は現時点ではまだトレーナーさんとファミリーじゃないっていうのかい？そうだな。
私は、ファミリーじゃない？そこまで愕然とするようなことか？考えるまでもなくそうであろうに。あと現時点ってつけて将来的にはファミリーになることが確定しているように言うのはやめよ。いいじゃないか、それくらい。くどいぞ姉上。あと姉上がファミリーって言うと全部反社会的な集団や結社のことを指してそうなんだよ。しかしファミリーさんはファミトレさんのご実家で楽しく過ごす計画を立てていたんだよ。なんだと？ただ年末年始を過ごすだけじゃなく将来の話までしていたんだから。ふむ。やったよトレーナー、勝ったよ。ファミリー、よく頑張ったな。じゃあ約束通り今年もトレーナーの実家で年越ししてもいいよね？ああ、親父もお袋も喜ぶだろう。昔からファミリーのことを本当の娘のように思ってるからな。ふふふ。卒業したらそうなるんだよ。まったく、俺よりいい男なんていくらでもいるだろうに。ダーメ、トレーナーがいいんだもん。はいはい、わかったわかった。ただファミリーだけってのは良くない。ちゃんとおじさんとおばさんも連れてくるんだよ。はーい。こんな具合でね。そうか。ファミちゃんもブエナと同じで家族公認なのか。だが奴の名が示す通りファミリーとそのトレーナーは家族ぐるみの付き合い。つまり姉上と違い現時点でファミリーなのだ。そして年の瀬に家族だけで過ごすのはごく普通のことなのでおかしいことはない。なら私は今からドリームファミリーだよ。姉上？これで私もファミリーなんだからトレーナーさんのファミリーにお邪魔しても全然おかしくないだろう？違うのだ姉上、そうではない。姉上？そうか。わかったよ絶対わかってないよ。貧相でチンチクリンなのが悪いんだね。そこは大した問題じゃないよ。の体が羨ましいよ。こんな時に言われても嬉しくないよ。こうなったらタキオンさんにお願いしてムチムチバインバインになる薬を作ってもらうしか。姉上、爆乳の馬娘の誰もがトレーナーと一緒に過ごしているわけではないぞ。私は騙されないよ。ならばあれを見よ。あれは帰省したことをトレーナーから LINE で伝えられた挙句ついでに地元の友人と食べ歩いてる写真ばっかり断続的に送ってこられて激高してるそれなりにおっぱい大きい成田トップロードの民。たわけ。あれは帰省すること自体はちゃんと聞いてた上でトレーナーの部屋を掃除できなくて悶々としてるおっぱいすごく大きい清掃教の民だ。付き合ってるじゃないか。付き合ってはいない、清掃教の民が付き合いたいと一方的に思っているだけでな。バラさないであげて。バラすのが得意なのは姉上だからな。じゃあ私はどうしたらいいんだい？もう年末年始は諦めて次のイベントに向けて牙を研ぐのだ。次のイベント。トレーナーさん帰省からお帰りパーティーだね。次のドキドキイベントはバレンタインまでないぞ姉上。そんな。私はただトレーナーさんと一緒に新年明けるところを過ごしたかっただけなのに。それを最初から素直に伝えればよかったんじゃないかよ。ああ、もう。年明け早々めんどくせえよ姉上？クリスマスに一緒にパーティーとか、元旦に一緒に初詣とか、そういうドキワクイベントを期待していたというのに。トレーナーさんがどんな顔してご実家に帰ったのか私にはわかりませんがあなたは本当にクソ野郎です。これ完全に自業自得だよ。八つ当たりのいいところだよ。おそらく人類史上においてこんなに悪いことした人はいません。新幹線を止めなくてはならなくなるだなんて、この代償は高くつきますよ。一体何を考えて私の予定を聞いてくれなかったんですか？本当に気持ち悪い。あなたの誠実さに溢れたあの面構えを思い出すだけで、誘えなかった後悔が吐き出されるんですよ。このでかいポンコツトレーナーが。というわけでオルが今から連れ戻しに行きます。やだよ。なぜだい？世は世で忙しい。そういえばオルはお正月は予定があると言っていたね。そろそろ世は出かける。いくら世がおうとて待たせすぎるのは信頼を失うからな。オル？ではな。オルは年末に暇してるトレーナーにきちんと声かけて自分に付き合うようあらかじめ言ってて偉いですね。これが民の上に立つ王というものよ。姉上はせめて事前にお伺い立てとくべきだった。なんで夏と同じ失敗繰り返してるのか。
それがドリームミューシという種族ゆえ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。